良好になってる。OK かな。はい。それでは、時間になりましたので、ライブの方を始めさせていただきます。いつもより30分、遅れて始まっています。トレーダーのドルです。どうぞよろしくお願いします。まず最初に、もういきなり僕CM になってるな。大丈夫なのかこれ。マジか。木曜日も本当にすいませんでした。もう最初にお詫びばっかりで、あれなんですけど、今日も、24時間ライブの方がもう、外に出ててひっちゃかめっちゃかで、パソコンがダウンしてたりとか、なんか、止まってたりとかいろいろしちゃって、もう全然、うまくいかなくって、もうもしね、登録されてる方とかでどんどんメールが行ってたら、本当に申し訳ないなっていう状態ですね。はい。すいません。で、今日も、木曜日もなかなかできずに、結局、こんな時間になってしまいました。すいませんでした。はい。とりあえず、今日、家庭教師の方とかも結構やってきまして、急いで、やってきたんですけども、というかこれ皆さん、これたどり着けてるのかなチャンネルがいろいろになってるから、ちょっとすいません。もしかしたら、うまくいってないかもしれないんですけどね。これ配信されてますよね、きっと。はい。うん。まずちょっといろいろ話をしてきますね、どんどん。はい。これ今出してるのが、科学の問題というかですね。今日久しぶりにちょっとテスト勉強、高校の科学の基礎の勉強を、教えたっていうか、なんですけど。しのめ、お疲れ様です。音声入った。あれ、しのめさん聞こえました今。いやー、これ、音声チャット行きましたね。お花、こんばんは。よろしくお願いします。俺入ったんだな。皆さん聞こえました今。ちょっと笑っちゃって。実はですね、試行錯誤をしてて、今日も音声入りましたよね。はい。しのめ、音声入った。しのめになってますね。はい。はい。あるアプリを使ったんですけど、その棒読みちゃんっていうアプリがですね、うまくいかなくって、なんか僕のところで全然起動しなくって、で、あるソフトがありまして、別のソフトをちょっと使ったら、Google で、できるんですけど、これどうやって言ったらいいんだよ。Google Chrome。聞こえました。ありがとうございます。僕もすごい反応しやすいな、これ。はい。嬉しいです。で、この音声チャットを、ちょっとね、声変えたりとかいろいろまだできないんですけど、二人とも同じ声になっちゃうんですけど、本当はいろんな声にできるようにして、もっとなんていうの、交流をうまくできたら面白いなと思っております。で、低遅延も本当はもっと遅延を少なくしたりしたいんですけど、とにかくはい、今ほら、ライブも2チャンネル動かしてるので、これ、3チャンネル目じゃないですか。動いてることぐらい奇跡なんですけど、とにかく実験しまくりで本当にすいません。なんか、はい。そういう感じですね。シメディ、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いしますって言ってますね。はい。なんかね、もっと、音声もうまく、できるようにしたいなと思います。とにかくいろいろ実験して、ここは本当に楽しく、交流できる場っていう形でね、持ってきたいなと思っております。はい。はい。で、この科学基礎を今日、久々
高校生教えてきたんですけど、なんつうんでしょうかね。この仕組み自体はまるでパズルのような感じっていうか、やっぱ数学を教えてて、覚えることは多いんだけど、でも傾向がわかると、イオン結合なのかとか、まあこういうね、結合の仕方で、イオンっていうかその原子の周期だとか、で、それでCH のこの高分子化合物とか、そういったことが、まあ意味はわかるんですけども、なんていうかな、学生さんにとっては、もうそろそろ、この科学基礎とかも、なんでこんなのやるんだろうっていう感じになってるかもしれないです。ちょっと興味から、だいぶこう、外れるっていうか、皆さんはどうですかね？科学って、面白いですかね？なんか教えてて、疑問に思ったりすることもありましたね。はい。面白いというか、パズルみたいに考えれば、まあ、マイナスの電気とプラスの電気がくっついてっていうね、ことはね、あるんですけど、まあね、何が共有結合で何がイオン結合で何が、ね、シメディ、科学好きでした。あ、そうなんですね。シメディ科学好きでした。ちょっと面白いな、これ。やっぱり。そう、僕もセンター試験、大学入試センター試験は科学を取ってたんですけど、ダメでしたね。はい。半分ぐらいしか取れなかった気がします。もう今も教えてる子も文系なので、なんつうの？答えをこう、覚えつつっていう感じでね、やってるんですけど、なかなか仕組みがね、こう、自分のこう、身の回りの、まあ、高校の勉強って、なんか身の回りの勉強とちょっとかけ離れてる部分もあるので、それをいかに身近に感じれるかとか、あ、こういう仕組みなのねっていうことで理解できるっていうのはね、まあ大事なのかもしれないんですけど、まあそんな、今日はね、一日行ってましたね。新しい家庭教師先も行ってたので、あ、そうそう、土曜日、うまくいけばもう11時からできると思います。10時に終わるんですけど、割と帰りプッと帰ってこれるので、もう大体話すネタが決まってれば、まあ、大丈夫かなと思います。はい。まあそんな感じです。で、今ちゃんと動いてるっぽいので、24時間放送というかライブなんですけど、一応今週すごくグレード、いろいろ変えました。はい。一応、2つチャンネルがあって、1つは、先物取引、それから FX、それから仮想通貨。どちらかというと平日とかは、1時間足と5分足で、まあ、短期トレードができるような仕組みにしておいて、から、週末は、日足と、1時間足っていう形で、出すようにして、あ、これ見ればいいか。ちょっとだけ今動いてますね。いや、でもね、やっぱね、パソコンのメモリーが、少ないとダメですね。なので、もう一個のパソコンは、とりあえず実験で上げたんですけど、これが、ライブ1の方のなんですけども、動くかな？もう音出すのめんどくさいのあれですけど。こちら、あれなんで1時間足と5分足になってんの？俺これ表示が間違えてますね。ここの1時間と5分。ここに透かしが入ってるんですけど、透かし見つけて、編集してるんですけど、また言ってくださいね。これ、1D って書いてあるのは日足で、こちらが1時間足ってことで、週末はスイングトレードができるので、もうちょっと長期で見たいので、この、足を変えてます。すいません、ここが1時間になってましたね。平日用になってました。はい。で、ジャンルがいろいろありますけども、このチャンネル1の方は、
平日、先物取引とかできる主要の銘柄と FX と仮想通貨。から、もう一個の方が新しく通ってきたやつですね。ちょっとごめんなさい。いつも英語表記で、こちらの方英語配信になってるので、全部、コメントとかも英語になってますけど、これか。もう一個の方が。はい。いつ壊れるかわかんないですね、これ。本当に。3つも起動させて。これが2チャンネル目が、今、冷やしになってますけど、個別株、アメリカの個別株とか、になります。こっちは 1day と 1H になってますね。今ちょうどコストコかなんか出てますね。これティッカーコードとかコストコ 1H っていうことで出てます。うん。まあとにかく、まず自分がパッといつも、チャートをたくさん見ていたいっていうのが一番の目的です。で、まあ、どんどんバージョンアップして皆さんにも見やすい形で提供できればなっていうのが一番の目的です。まあ、これでお金を取るわけでもないのでね、全然。はい。ただあれですね、CM が入ってるので、めんどくさいですね。ちょっと、この24時間のやつ、なんか CM が入らないようにちょっと設定しようか、なんかちょっと考えます。なんか、自分で見るときでも、うざいなと思ったりする。はい。思ってます。はい。OBS スタジオも今ね、これで3つ起動してるので、ちょっと変態ですね。自分の中では。でもまあ、やりたいことはできたなっていうことなのでね。ここからちょっと本当に透かしが見にくいか、今ちょうど T モバイルですね。はい。とか出てますね。まあ、24時間の方はこんな感じになってます。いつ崩壊するかわからないですけど、まあ、安いパソコンを使ってやってるので、どうしても、このライブ2の方がまだね、メモリーアップしなきゃいけないなと思っております。はい。そんな感じです。それではですね、今日の、特集の方が、これ見えました？このオートメイディードトレーディングシステム。まあ、自動売買ですね。前回もちょっとこれお話しして、その自動売買について一体どうなんだろう。まあ、FX やられてる方とかは、そういう方がね、いらっしゃる。短期でトレードする。いらっしゃるので、まあ、こういったものを使うことっていうのは必ずみんな通ってる道だと思うんですよ。自動売買っていうのは興味があったりすると思うんですね。で、これの良し悪し。僕は今日は、良し悪しっていう形で言いたいと思いますね。要は、何が自動売買にとっていいところがあって、何が悪いところがあるっていう見方をしたいなって思ってます。はい。まあ、いろんなからくりとかもあるので、今日2人の YouTuber さんの方で、ちょっと動画をね、紹介していこうかなと思っております。まあ、これは、さっき言って。じゃあ、最初にですね、ちょっとまあ、教育番組じゃないですけど、このトレードについて、すごく、考え方ですね。共通してる部分があったので、今日最初にこの、大人になるとはっていう、ちょっと3分ぐらいのお話なんですけど、これと、今やっているトレードのことについて、まあ、皆さんも一緒に考えていただけたらなと思って、最初に、まあ、トレードの考え方ということでね、ちょっと聞いてもらいたいなと思います。まあこれ、精神的に大人になるっていう方法っていう意味ですね。ちょっと待ってくださいね。出るかなお返したいと思います。大丈夫かな？長期的な視点を持つ。今欲しい。こんな子供の発言を聞いたことはございませんか？精神面が子供な人は短期的な思考になりがちで、成果をすぐ求め、待つことも努力し続けることもできません。精神的に大人になるために必要なのは長い目で物事を見ることです。さて、長期的な視点を養う方法を一つご紹介したいと思います。成功哲学で有名なナポレオンヒルは、思考は現実化するという自らの著書で、明確な人生プランを作り、自分が叶えたい目標を自分がさも叶えたかのように、1日2回読み上げることを推奨しています。夢を叶えた自分の姿を思い浮かべることで、それがモチベーションにつながり、
長期的な目標を叶えるための忍耐を育成できるでしょう。No.2、感情をコントロールする。大人とは自らの様々な感情をコントロールすることができて、問題を荒療治で解決しない人のことです。たとえどんなイライラするような気分だろうと、塞ぎ込むことをしない人が精神的に大人であると言えるでしょう。さて、感情をコントロールする方法として一つご紹介します。どういう理由で今の感情に至ったのかなど経緯をノートに書き出しましょう。経緯をたどることで自分の感情が動くスイッチを把握できるようになるでしょう。そこからそれを回避するためにはどうしたらよいかなど対処法や解決策が思いつくようになります。音小さいな。No.3、謙虚になる。精神的に大人になるということは、謙虚な姿勢を持ち、謙遜ができる人のことです。謙虚さを持つ方法をいくつか挙げますと、話すよりも聞く、間違いを認めそこから学ぶ、人の手助けをする、人の過ちを許す、常に自分を高めるために努力する、過信をしない、などがございます。経営学に関する情報を発行しているハーバードビジネスレビューでは、謙虚な姿勢を持つリーダーが最も効果的なリーダーという調査結果の記事を掲載しました。リーダーが謙虚で常に感謝と学ぶ姿勢を示すことにより、働きやすくお互いを尊重し合える環境を形成できているのが効果の要因とされています。No.4、自分の言葉に責任を持つ。あなたの周りにもいらっしゃいませんか？やると言ったことをやらなかったり、約束を破り何かと言い訳をする人、誠実さがない上何を任せることができない人。大人になるということは自分が持つ責任を果たし、頼られる存在であるということです。自分の言葉に責任を持ち、約束した期限までに責任を果たし、何かを成し遂げられなかったときは言い訳をしないことです。自分の言葉に責任を持てる人間は非常にレアで価値のあるスキルです。そんな人は頼られる存在で、常にチームの一員として求められる人材になれます。最後に、精神的に大人になるということは、決して自分を殺すということではなく、目標に向かって突き進むことで、知らず知らず大人になるという一つの言い方もできるのではないでしょうか。あなたはどう思いますか？はい。ということで、ちょっと音出すか。ごめんなさいね。精神的に大人になるっていうことの4つの方法ということで簡単にご紹介させてもらいました。これ本当にトレードにおいて、ちょっとこう感じたことっていうのが、FX とか短期売買をしている人の中で、やっぱりこの考え方っていうのが割とある気はするんですね。で、大人になっていくほど別に FX がいかんわけじゃなくって、僕の方だとなんていうのかな、長期で視野が広くなっていくことっていうのは大人になる。っていうことを、トレードで言うならば、いろんな時間足があって、この時間足で、どういった値動きを見て考えていけるかっていうこと。この時間足だったらこれぐらいだろうと。僕は今回聞いた中では自分のトレードに置き換えて、感情コントロールもそうですし、冷静に、値動きを見てトレードできることとか。なので、もしかしたら、こういう、大人になるっていうこと、このトレードにおいても、置き換えれば、十分ね、考えがまとまるというか、と思うんですね。で、例えば、長期的な視点を持つっていうことで積み立てっていうこともいいんですけど、積み立てって放置とはまたちょっと違うと思うんですね。長期的な視点を持つっていうことは大事だけど、そこから目をそらすことはなく、今の状況も見つつ、長期的な視点を持てるようになるっていうのが大事じゃないかなと思うんですね。はい。どんどん年を取るにつれてそうなっていかなきゃいけない。でも、意識してないと、そういうことにはならないのかな、感じます。最初に今回ね、FX のこととかでどうしても短期的な要素、短期で儲かるとか、そういうことがすごく多いので、で、あえてね、今回この、長期的な視点を持ちながらも、
いろんな時間足で、トレードをしていくっていうことで、そういう考えで中で、紹介していくんだよってことも知っていただきたいなっていうことで、今回これを出しました。ちょっとまとまりにくいかもしれないですけど、僕はこれ見たときにそのトレードに置き換えて考えたので、はい。皆さんもね、短期でもわからんではなく楽しめて、長期でも楽しめて、というようにね、学び、ね、していきたいなと思ってます。でね、最近やっぱり24時間放送もそうなんですけど、もうなんかどんどん学んでいって自分で思ってるのは、チャートの話とかもそうなんですけど、どうやらもう、一般の投資をしている人たちじゃない人が僕の YouTube 見るともう、どんどん話がわからないって言われました。皆さんはこうやって来てくださっているので、一緒に学んで話してることとかも全然わからんってことはないとは思うんですけど、わからんかったら多分来ないと思うし。だけどもう本当に、もう、なんかどんどん学んでいくと、なんて言ったらいいんでしょうね。専門用語が入ってても、英語でもそうだと思うんですけど、わかると思うんですよね。なんでこれからも、どんどん自分で学んでいったこととか、一緒に学んでいることは進んでいくけど、もしかしたら初心者の方はもうついてこれないとこにあるのかもしれない。だけど、一番大事なのは自分で学んでいくことを進んでいくことだと思うので、ここは楽しく話しつつ、それでも学びを進めてね、いけたいなと思っておりますので、はい、すいません。マニアックな話になっちゃうかもしれないんですけどね。またね、よろしくお願いいたします。はい。それではですね、こちらの方をちょっと消して、科学も消して、今週の、これ出てきて、相場についてね、ちょっと簡単に振り返りをしたいなと思っております。こっちじゃねえわ。トレードの方はこっちですね。はい。今週の、金曜日のところからちょっと簡単に言ってきますか。皆さん見ましたかね、金曜日。ナスダックとダウと SP500 はちょっと上がってるんですけど、注目は、恐怖指数ですね。恐怖指数ビックスが 7% も下がったのは、過去にここ最近ないですね。26まで下げてます。でも不思議ですね。半導体はめちゃくちゃ悪かったですね。NVIDIA もなんか僕、トレーディングビューかどっか、この1年で最低水準ですみたいな、最安値ですって出てきましたね。はい。半導体はボロボロでも、恐怖指数はこんだけ下がってるって面白いですよね。はい。という状態。アメリカ経済は、今、だいたいナスダックが11,000ですね。SP500 は3,900あたりでうろちょろしてるかなっていう状態が続いてると思います。はい。それではですね、あとドル円とかも特に変わってません。135から週明け動くかな。日経どうでしたっけ？そう、日経がかなり落ちましたね。どうでしょう。いいとこな気がします、なんか。あれ？選挙で変わるかな？どうなんでしょうね。はい。でもこんな風に金曜日下がってるから全くもってそのムードがなんか選挙によってどうこうっていうのがなかなか日経も変わらないですね。下がってますもんね。期待が政治に対しては特に関係ないのかって感じはしますけどね。はい。それから、中国、香港、韓国、このあたりですね。変わってません。香港も 21,800 で終わってるので、そこまで悪くないと思います。台湾はやっぱりこの半導体と同じように、ね、台湾セミコンダクターがありますので、3% も下げてますね。もう、台湾、韓国、
ついですね。やっぱりちょっとね。持てないですね。なかなか今は。はい。ヨーロッパ行きます。金曜日のヨーロッパは、あんまり変わってません。こちら、インドの方は、15,700? ぼちぼちっていうところで終わったんですね。はい。東南アジア、特に問題ない。インドネシアがずっと最近下がり続けてますね。調子良かったんですけどね。今年前半は、だいぶ、調子悪くなってきました。ロシアが落としてますね。そんなとこですね。ボベスパこれぐらいですもんね。はい。はい。コモディティいきます。金曜日ですね。どうでしょうか。ゴールドは1回1784ってすっごい安値つけましたね。久々1700台行きました。まあ、ちょっと最後戻しましたけど。はい。シルバーもこの 19.3 っていう値は、ちょっと記憶にないです。ちょっと待ってくださいね。これちょっと見ますね。シルバーのこの値かなり低いと思います。あ、これシルバーの4時間足。あ、そうですね。これですもんね。記憶ないですね。いつだ？シルバーの19っていう値を見ますね。あ、ちょっともう、4時間足だと出てこない。あ。ここか。これ、無料の方だから邪魔ですね。ごめんなさい。あっちで使っちゃったら、有料使っちゃってるね。コロナ明けぐらい、2020年の7月ですね。シルバーはすごい安いですね。すごいですね、これ。もう。まあ、なんかちょっとビットコインみたいな感じになってますね、もう。はい。こんな状態でしたね。はい。いや、でもこれが安いからって言ってシルバー買えるかっていう話ですよね。なんでこんな価値が低いんだろう、シルバーは。ちょっと不思議です。原油。108まで来ました。巻きですかどうかな。まだ今、ちょっとレンジ内にいますね。どっかで弾けるかもしれないんですけど。うん。ガソリンがまたちょっと上向いてるので、もう一回110まで超えてくるかもしれませんね。天然ガス来ましたよね。5.6 ですよ。もうびっくりですね、このボラティリティは。5。この間まで8とかだったのに。はい。30% ぐらい落ちましたね。はい。で、ソフトコモディティがすごい動いてますね。これ、もしかして先物の期限切れとかああいうやつですかね。ちょっと、オーンだったかなんかのそのテクニカルの落ち方がおかしいので、先物の期限切れとかああいうので、去年もこの時期一回ストーンと落としてたので、もしかしたらそういうことがあるかもしれないです。この大豆もこの間思ったんですけど、1394っていう値自体がおかしいので、もしかしたら先物の期限の関係かもしれません。ちょっとここでトレードがなかなか難しい。CFD の場合多分それをうまく、やられるんですよね。つなぎで。なんで、ちょっと値がうまくいかないので、なんとも言えない。でも、下げ相場になったと思います。先週ぐらいからちょっと下げてきてるなっていう感じですね。需要と供給のバランスなんでしょうか。ソフトコモディティ全体的に下げに入りましたね。はい。っていう状態です。はい。あと、ビットコインとかどうです？最近全然見てない。あんま動いてないですね、今日は。あんま動いてない。低い状態がずっと続いてます。はい。あんまり解説ができないですけど。はい。ビットコインは多分、2万ドルあたりちょっと切ったのかな ?1 万8000まで切ったのか。1万8000ドルぐらい。イーサも1000ドル。一時期ちょっと切りましたよね。やばいっす。はい。一応まあ、
こうやって値動きは見ております。はい。ヒートマップいきます。今週1週間のパフォーマンスを見ていきます。S&P500 です。目立ったところは今週1週間は Amazon が9%、10%落としていますけど、なぜでしょう？ちょっと、決算あった？あれ？今週決算あったってナイキとかああいうのは知ってますけど、ないですよね。あ、特にないですね。特にないです。はい。主だったのは、テスラが 7.91。メタも、15？ あれすごい落としてますね。メタ160まで行ってますね。もう、すごいですね。大型株もすごい落として、あとエネルギーも多分もうみんなびっくりしてるかもしれないです。今週1週間は。エネルギーまだいけるだろうと思っていったのに、だいぶ、やりましたね。これ、エネルギー株持って信じてる人たちは、どう思ってるんでしょうね。手放しちゃうかな。シェブロン 16.9 か。ちょっとでかいですね。なかなかエネルギーだけはと思っていた人も多かったんじゃないかな。ちょっと今の相場、エネルギーもダメだと、なかなか厳しいですよね。安定してるのがヘルスケアが、一定っていうかそうですね。安定してると思います。ユナイティッドヘルスが 5% 今週良かったですね。ユナイティッドヘルス面白いですね、動きが。はい。こちらが、コカ・コーラがちょっと、なんか逆三尊みたいなチャートになってますね。面白いですね。ペプシもいいですね。やっぱ、ここは夏に向かってさすがに、強いですね。はい。逆に P&G の方が良くないのかな。こっちが P&G こっちか。PM だったこれ。ウォルマートもそんなに良くない。コストコいいですね。6%。はい。という状態。ちょっとバークシャハザウェイ、バフェット G さんとこもあんま良くないですね。金融も良くない。良くないですね。みんなアメリカ株とかどう思ってるんだろう。面白くないんじゃないですか、今本当に。解説してる人ってどうしてるんだろうね。俺最近あれをあんま聞いてないです。頭ついちゃった。米国株の何でしたっけCNN 放送じゃないけど、あの人の、ジム・クレーマーさんの番組最近ちょっと見てないので、どう言ってるんでしょうね。まだ上がっていくものを探してるんかな。これは本当に厳しいですよね、今。じーっと待つしかないっていうか。もう半導体持ってたら死んでますね。NVIDIA 20% で下げてましたね。NVIDIA 145か。もう半値以下ですね。半年で半値以下になっちゃいましたね。個別株はすごいわ。ブロードコムも 16% ですね。はい。世界見てみますね。世界の1週間。アリババだけ光ってますね。中国だけ面白いですね。なんだこりゃ。なるほど。ハイテク企業いいですね。でも中国もペトロチャイナが悪いからエネルギーダメですね。全体的にダメですね。いやー、台湾セミコンダクターこんなに低いんだ。中国って半導体のニュースがあった？そういえば。ね。これも関係してんのかな？中国で工場とかなんかすごいいい半導体作ってるっていう話をちらっと聞いた気がします。日本はこんなもんなんですね。ソニーも悪いですね。
24時間放送のところで、この ADR のトヨタとかソニーとかみずほとかもチャートに入っておりますので、よかったらまた、株の方、ワールドストックの方は、一周見るのに1時間ぐらいかかるかもしれないです。ちょっと、銘柄が多すぎちゃっていけないですけど、はい。すいません。トヨタじゃなくて、その日本の ADR と、CFD、ペイペイ証券の、47銘柄、レバレッジ5倍の銘柄については、チャート載せてあるので、またアイコンが入ってるので、多分、IG 証券と、GMO クリック証券と、ペイペイ証券。この3つのアイコンが入っているものは、それに関する銘柄が入っておりますので、英語表記ですけど多分見やすいかなと思います。はい。日本でも上がっている、銘柄はちょこちょこありました。はい。はい。ということですね。まあ、全体見るとこれもう本当に、今週真っ赤かですね。ブラジルもすごいですね。見てみれば。ブラジルちょっとひどいですね、これ。あ、気がつかんかった。ここまで悪いんだ。なんか軒並み 15% とか下げてますよ。あれこれブラジルすごいですね、これ。ブラジルと比較されるインドはそんなんでもない？インドはそうでもないですね。ブラジルこんな、オーストラリアも悪いですね。なるほどね。はい。そんな感じです。世界的に中国だけ光った週だったということですね。はい。それでは、振り返りがだいたい終わりましたので、株の方はね、ほんと全体的に、難しいところではあるんですけども、短期売買とかであれば、なんかちょっとね、うまく、売れるものもある、ヘッジっていうかね、できるものもあるかもしれないなっていう状態だと思います。はい。それじゃあ、こっちでね、そうそう、皆さんは、今回この透かし解説用にこうやって透かしを出すようにしたんですけど、24時間でも出すようにしたんですけど、ここのトレーディングビューって皆さん使うのかな？あんまり使わないか。一応ちょっとだけ、このチャート設定画面っていうところ、この上にあるんですけど、ちょうど今見れないかな？画面の右上に鍵みたいなところがあって、このチャート設定っていうところを押すんですよ。これ無料の方でも出るので、で、このチャート設定っていうところがあって、これの、スケールじゃねえわ。外観。これですね。外観っていうところで、僕はここに縦線と横線を入れるのが、これグリッド線っていうんですけど、これが嫌なので、このチャート設定で、グリッド線を消すようにしてます。垂直グリッドラインと水平グリッドラインを消してます。はい。ここで設定ができます。それから、今チェックボタン見えますかね？透かしって書いてあると。ここの設定ボタンを、多分普通だと、こうやって入ってないです。で、この透かしをチェック入れると、こういう風に出てきます。で、どの時間足でも出てくるので、で、これを、ちょっとこう、例えば、濃いめにしたり、で、これ濃いとチャートが見にくいなって言ったら、ギューっとやってこう薄くしたり。で、今24時間の方はこれちょっと、どうなんだろう。どれぐらいしたんだろう。これぐらいにしたのかな？あんまり透かしなので、パッと見て、この銘柄こうなんだなっていうのが分かればいいやと思って、これぐらいの透かしにしました。またよかったら、この透かしの具合とかもわからないので、見ていただけると嬉しいです。はい。で、これをですね、解説してる人はいるのかもわかんないですけど、これを1時間足にすると、今、これ Amazon ですけど、Amazon の1時間っていう形で表示も出ます。で、僕はこれ日本語設定じゃなくて、解説の時はこれ日本語設定ですけど、24時間の方は英語設定になってるので、
こっちの、これもあんま関係あるかわかんないですけど、この、なんだこれ、左の一番上のボタン。ここで言語を、日本語設定とかをいろいろ変えることができます。中国設定。保存されない可能性がありますと。サイトから移動しますか。なんだこれ。押してみよう。どんな風になるんだ。遊んじゃってますね、トレーディングビューで。すいません。出ました、出ました。見えますかこれ。これナスダックになってますね。ナスダックの4時間足のことをこうやって見るみたいですね。読めません、これ。これ、先物をこうやって読むらしいですね。はい。という風に、表記を、こうやって変えることができます。いるかいらないかは別として。はい。僕どうしても24時間の方は英語設定でさせてもらって、海外でも放送できるようにしたかったので、で、こちらの方は日本語設定になっているということになります。はい。でね。はい。それではですね、こちらの方から、チャートの方は終わって、今日の特集の方行ってみたいと思います。すいません、なんか、今日、喋ってばっかっていうか。皆さん、ごめんなさい、僕が喋り倒してるのであんまり会話ができないですよね。今日、声が出るようになってるんですけど、なんか、喋ることないですもんね。そうだ。皆さんこれじゃあ聞いてみようかな。今まで、今日の特集なんですけど、この FX の自動売買ソフトっていうのをなんか見たことあるとかいらっしゃいます？こういう放送をちょっと興味があって見てみたとか、なんかこう、実際に買ってみたとか、買ってみた人、買ってちょっといじくってみたとか、そういう方とかはいます？ちょっとまたそれも教えてほしいなと思いますけど。まず最初にその間ちょっとお話しするのが、この方が、まず一人目なんですけど、自動売買ソフトが無料で配布されている理由っていう意味で、まずこれなんでみんなYouTube とかでも FX で無料販売するよって言われているかっていう理由を簡単に5分ぐらいで喋ってるので、知ってる人は知ってるっていうかもしれないですけど、知らない人もいると思うので、ちょっとまず聞いてほしいなと思います。お話しさせていただきます。ちょっとこれこれにツイッターとかインスタグラムで FX の自動売買システム無料配布中とか、月利東雲東雲やってる人の動画は見たことあります。本当ですか？だいたいこんな感じで MT4 の履歴を出して募集しているやつです。ちなみに EA というのはエキスパートアドバイザーの略で、メタトレーダーで使い、そうそう、ごめんなさい、EA っていうのが僕勉強して、この間 EA って俺、移動平均線のことかなと思ったんですけど、これ違いましたね。メタトレーダーで使える、自動売買システムのことを言います。MT4 とかメタトレ、そういうトレーディングビューとか、チャートのあるじゃないですか。で、メタトレーダーっていうのもあるんですよね。うん。で、チャート上からプログラムを入れて、そこに、チャート上から MT4 とか MT5 もそうですけど、証券会社と、そのチャートを使って売買ができるようになってるんですね。なので、そこにシステムを入れて、プログラムを入れて、勝手に損切りしたり、利確したりするようなことを、この中で EA と言われているということです。エクスポートアドバイザーという言い方ですね。すいません。僕もこれ全然知らなかった。聞いて分かりました。続きますね。自動売買システムのことを言います。最近すごくこの無料 EA 配布が増えていると思うんですが、これってどうなのということをいろいろ解説していきたいと思います。今回の目次はこちらです。1つ目、本当に無料なのか。2つ目、なぜ無料なのか。3つ目、実際に勝てるのか。
ということで話していきます。しののめ、エマ指数に一つ目の起こる本。当に無料なのかということですが、結論言うとほとんどが本当に無料です。アップセールスで有料の EA や別のコンテンツを使ってくることもありますが、ツール自体はほとんどが本当に無料です。ただ、VPS の契約を要求されることはよくあります。しののめ、間違えた W。EA を稼働させておくサーバーですね。自分の PC で稼働させてもいいんですが、EA をずっと稼働しておかないといけませんので、自分の PC を24時間インターネットに接続して稼働させておかないといけないんですね。まあ、俺と一緒だな、これ。PC に負荷がかかりますし、実際 VPS がおすすめです。金額もだいたい月額で1000円から2000円。VPS でサーバーのことですね、きっと。EA でそれ以上に稼げるなら、それくらいだったらいいかと思って契約動いてされる方がんのかな、俺24時間。ちなみにおすすめの VPS は概要欄に貼っておきますので、お探しの方は見てください。次に2つ目のなぜ無料かですが、これは紹介者が IB 報酬を。ここですね、ここ。IB 報酬って何かと言いますと、IB は Introducing Broker の略で、簡単に言えば海外講座の講座開設アフィリエイトなんですが、紹介した方が紹介者のリンク経由で講座開設をすると、紹介者に紹介報酬が支払われるという仕組みですね。ただ、この IB 報酬がすごいのは、紹介者が運用している限り、運用額に応じてずっと継続的に報酬が入るという仕組みなんです。ここでポイントなのが、紹介料が入る条件が何ロット回したかだということです。ロットというのはですね、FX の要は人にやらせてお金もらってるんですね。株で言えば100株買ったというのが FX で言うと 1.2 ロット買ったというような感じになります。ちなみに IB 報酬はどれくらい入るのかという話なんですが、これは業者によってまちまちなんですが、例えば日本で大人気の XM 社だとこんな感じです。マックスで1ロット10ドルまで上がります。ちなみに XM だと1ロットが10万通貨、日本円で言うとだいたい10万円ぐらいですので、1ロット買って決済したらこれで10ドルですので、約1000円ぐらい稼げるということですね。これは運用者が勝とうが負けようが関係なく計算されます。ちょっとシミュレーションしてみると、50人が1ロットの運用で1日に8回トレードをして1ヶ月間25日間計算で運用したとすると、月収が40万円になります。なかなか儲かりますよね。だから EA を無料配布して自動で取引させて取引量を増やして IB 報酬を多くして収益を増やすというからくりなんです。ついでに今回 XM を紹介させていただきましたので、XM の IB パートナーになるためのリンクを概要欄に貼っておきますので、よかったら見てください。次に3つ目は、ここですね。勝てるのかということですが、みんな知りたいのは。これに関しては、結論から言うとわかりません。わかりません。結果はそれぞれだと思います。ただ、EA を配っている側の思いとしては2パターンあると思います。ここ大事ですね。丸1、IB 報酬目当てでハイロットで頻繁にトレードさせる。丸2、負けたら IB 報酬がなくなるので、ずっと勝たせておきたいと思って EA を配布している。丸1のハイロットで頻繁に取引してくる EA は爆益になりやすいんですが、IB 報酬を荒稼ぎしに来てるだけですので、早めに勝ち逃げして撤退しないとダメです。今すごく利益が出ていたとしても、この利益がずっと続くんだと思って、夢を見てずっと運用するのではなくて、ある程度期間を決めて撤退した方がいいですね。丸2の場合は、本当に勝てる EA を提供しようとしてきます。ただ、FX の世界ってそんなに甘い世界ではないので、いくら配布側が本当に勝てる EA を提供したいという思いで、その EA を作っていたとしても、FX を自動でずっと勝たせるのって至難の技ですので、テストデータなどを徹底的に分析したり、根掘り葉掘りいろいろ質問をして、その EA について詳しくなって理解して使うようにしてください。ちなみにですね、私も EA をプログラミングで作ることができるんですが、開発者目線でマニアックに Twitter に落ちている無料 EA を分析しまくったと思うんですけど、ライブワンは結局、私が見たのはほとんどダメでしたね。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。少しでも。ちょっと待ってくださいね。はい。今ちょっとライブワンの、あったのでちょっと見てみます。ライブワン。あれ見れんぞ
ライブ1は、どこだ？これか。今だとちょっと僕だとごめんなさい、わからないですけど、これで見れるのかな？ちょっと今消していいですか？ライブ1。これか。東雲さんごめんなさいね。今報告していただいて、これのことですかね。ちょっと今、わからなくて申し訳ない。また後で、対応しますか。ありがとうございます。今、俺でパッと見るとわからないのかな、これ。TikTok の関係もあって、たまに、そういう、ポンと来て。東雲、1分くらいの動画が上がってます。お！なんだろう、1分ぐらいの動画って。これのことですかね？この失敗しちゃったやつのことかな？違うか。本当ですか？ちょっと問題がありそうならちょっと、どうですか？後でも大丈夫そう？それか、今見てった方がいいですかね？ちょっとだけ見てみますね。ちょっと待ってくださいね。東雲、後ででも良さそう。中断しちゃった。後でも良さそう。ごめんなさい。今ちょっと見てきて分かんなかったです。すいません。もうなんか今、ライブがこうやって今3つ動いてるので、とんでもないですよね。やってること自体がもうむちゃくちゃかもしれない。自分のやりたいニュースがあって、で、喋ってるから。すいません。しのぶさんよく見えましたね、チャンネルが。でもこれいろいろになっちゃってて、切れちゃってるとこもあるかもしれない。本当だ。これだ。1分ぐらいの動画上がってます。これですね。これ、4回視聴1時間前って書いてありますもんね。これのことか。後で消しますね。アップロード済みになってますもんね。なんか変なのが。わかりました。すいません。はい。今のこの方のお話をちょっとまとめるとじゃないですけど、証券会社さんとすごく似てると思います。東雲、うち一回俺 W。なるほど。証券会社さんって人に、なんていうの、こう、勧めて、で、その、ものを買ったりするじゃないですか。で、多分証券会社の方も、その株を買わせても、正直上がっても下がっても、心痛むかもしれない。上がってほしいとは思ってるかもしれないですけど、自分たちはそれに対して、手数料をもらって、なんていうんです？株を進めたりしますよね。で、FX の自動ソフトも、ある意味、その、株の証券会社さんでやってることと同じ。できるだけ、その FX の自動売買を起動させてもらって、そこからインセンティブが入るので、インカムゲインが入りますので、それを
やっていくと。でも、儲かるか儲からないかっていうと、わからない。っていうことですね。だから、悪いわけではないんですけど、無料で配布しますよって言って、おー、ラッキーっていうわけではなくって、しっかりそこには紐ついている証券会社さんとか、FX 会社さんがいるということなんですね。うん。だからまあ変な話、FX の仲介屋さんみたいな感じですよね。うん。なので、この自動売買についてのソフトの良し悪しもあるし、当然、移動平均線とかで、ただ、ちょっとした、プログラムの内容が簡単なものでも、売ったり買ったり自分でしてくれますので、大丈夫だっていうか、思ってる人もいるかもしれない。基本的にはやっぱり、情報が少ない方が最初に飛びついたりすると思います。はい。ね。はい。でですね、これが、まず仕組みは分かっていただいたと思うんですけど、もっといろいろ調べていて、やっぱり出てくるので、ここにアルゴリズムじゃないですけど、やばい、自動ツールはやばいよとか言っている中で僕が、一人、二人か。この方、ちょっと待ってください。この方も紹介しますね。これ、ちょっとごめんなさいね。ちょっとこれを出しますね。最近見てね、この方自動売買を検証している方なんですけど、方なんですけど、どこだったかな。どれだったかな。あ、いいか。これは実際的に、ちょっと、もし、自動売買について、肯定的な方とかいらっしゃれば、この方は結構親切に、売買を進めてくれます。ただ、さっき言ったようにインセンティブが入るので、親切なんですけど、なんていうのかな。やっぱり知識がかなりないと、なんだろう、このツール、この人いくつもツールを持っててやってるんですけど、それがその相場に合うかどうかっていうのもかなり分かってないといけないなっていう印象です。だからテクニカルをすごく分かってる人でやっと、あ、これはこういうツールがいいんだなっていうのを分かる。そういう方でした。これちょっと今日は紹介やめますね。この方ですね。若いんですけど、この方。もう5年ぐらいやってて、もうプロトレーダーさんらしいです。で、とにかくいろんな、自動売買の検証をしています。はい。とにかくいろんなものやってます。だから自分の自腹切ってどんどん検証して、これダメ、これはいいとか、本当にすごいと思います。で、ちょっとぶっきらぼうなんですけど、的をついている意見だったので、今日ちょっと紹介させていただきました。題名の方が、FX の自動売買稼げる稼げないということで、ズバッと言ってくれます。5分ぐらいですけどね。はい。じゃあこれちょっと、出しますね。お願いします。フラットです。今回なんですけど、今回検証とはちょっと違った動画になるんですが、結局なんですよ。結局ね、FX 自動売買って稼げるのってところなんですよ。ちょっと目怖かったですね。結局稼げんのかってところなんですよね。なんか、結局 FX 自動売買って怪しいところあると思うんですよ。SNS とかやったら特にそうですよね。よくわからん、わけのわからん、なんか若い奴らが、これで人生変われましたとか、なんかそんなんで、身も十分 DM 来若いたりとかして、なんか売りつけてくるんですよ。詐欺集団ですね。もうこういうのはマジでやめた方がいい。もうアカウント大学生みたいな、工場勤務、なんちゃらなんちゃらから、
月収何十万のなんちゃらみたいな、しょうもない人生歩んでる奴ら。お前やぞ。っていうのマジでやめた方がいい。というのは大前提として、FX 自動売買は稼げるのかっていうところなんですよ。結論から言うと、稼げないことはないって感じです。結局ね、FX 自動売買って過去のデータから基本的に作るんですよね。で、それがうまいこと、今の現在の相場と噛み合えばもちろん稼げるし、噛み合わなかったら稼げないわけですけど、完全放置でもう一生稼げるっていうのは、まず無理かなっていうところはあります。でも、うまいこと、FX 自動売買の特徴を利用して、うまく活用していくことができれば、しっかり稼ぐことは可能だと僕は思ってます。思ってますし、実際に僕はそうやって収入も得てますから。こういう FX 自動売買はやめとけってのももちろんあります。だからさっき言った SNS でなんか若い奴らが、僕も言うて若いですけど僕より若いような奴らが DM とかでなんか売りさばいてくるようないい絵ですね。ああいうのはもう基本的に稼げないです。有料なんでしょっぱな30万50万とか下手したら100万とか取られます。で、そんだけ高ければ、やっぱ人って、価値感じるんですよ。価値感じるんですけど、無理です。稼げません。あんなんに。本当に稼げる自動売買って、あるんですけど、僕も持ってますけど、こういうの公開できないですし、実際。その辺でうろついてる、ちょっとビジネスかじった大学生とかに、そんな話来るわけないんですよ。本当に稼げる情報はほんまに稼いでるやつにしか来ないんで。僕もそうですけど、庶民、僕もやっとそういう本当の情報っていうのは来だしたところなんですけど、もう一般的な普通のサラリーマンとか大学生とかに絶対に回ってこないです。全部詐欺です、そういうの。注意してください。今のは FX 自動売買に限った話ではないですけど、そういう自動売買はやめとけって話です。他はね、人によっては無料で配られてる FX 自動売買ですね。だからなんで無料で配るかって言ったら、証券会社ですね。口座縛りやと思うんですよ、大体。この証券会社から口座開設したら無料で配布できますよっていうの。無料で配布するけど、口座開設してもらうことによって、取引量に応じて報酬がもらえるんですよ、配布した人に。アフィリエイトですね、俗に言う。それで結構配られてるパターンが多いと思うんですけど、これ結構ね、僕は別にいいんじゃないかなっていう派です、正直。なんか有料で、僕の持論ですけど、FX 自動売買を無料で配る。で、アフィリエ報酬をもらう。でも取引量によって報酬が発生するんで、実際ちゃんと取引されて、長いこと使ってもらわないとダメなんですよ。なんで、実際しょうもないわけのわからん自動売買を渡したところですぐ破綻、ロスカットして、顧客消えちゃうんで、評判も下がるじゃないですか。ってなると、そんなことを僕やったらしないかな。僕も FX 自動売買は作成してるんで、作ったりしてるんですけど、僕やったらそんなことはしないかなって感じです。で、どっちかというと僕は有料で販売されてる方が嫌いな人ですね。もう売り切れなんで。数万でもいいですし、数十万、数百万したのも僕買ったことありますけど、本当に良かったのはほんま1割ぐらいかなって感じですね。もう有料でバンと売っちゃって、あともう何の連絡もなしでもいいじゃないですか、正直。そっちの方が楽ちゃいます。その後はもう、売ったお客さんがもう勝とうが勝たまいがどうでもいいんですよ、配布したやつからしたら。俺の考えですよ、これ。なんで僕は無料 FX 自動売買は悪くないんじゃないかなと思って。そういう感じなんですけど、実際に怪しいものも絶対あるんで、実際怪しいのもあるんで、そこの見極めは本当に大事なんですけど、それをしっかり見極めるために、こういう動画作って、僕がね、代わりにっていうか、僕が実際に使ってるやつとかの FX 自動売買、無料のやつですね、を動画にしてやっていくんで、もしね、自分全然知識なくて、どういう FX 自動売買が本当にいいのかとかもう全然わかんないっていう人は、これからね、バンバン検証していくんで、
僕の動画を参考にしてもらって、利用してもらったらいいと思います。ちょっと長くなりましたけど、っていう感じですね。特徴。まあ、今回はね、ちょっとさらっといきましたけど、まあ、今後その FX 自動売買で、もうこれ絶対やめとけとか、もう詳しいことをまた別の動画にしたいと思うんで、まあ、そちらも楽しみに待ってもらったらいいかなと思います。ということで、この動画、ちょっと良かったなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい。ということで、まず、僕がこの方を紹介した理由っていうのがあるんですね。なぜかっていうと、まず一番最初に EA のこの自動売買をする人たちって、ほとんど、これも顔なかなかマスクしてますけど、でも自分の正体をしっかり明かしてるんです。実はこの方、インテリア業界かなんかで経営をしている、洋服とかね、そういうのを経営していて、で、兼業トレーダーでずっと、FX とかをやってきていて、長く、もうこの動画が2020年の10月なので、もう7年くらいになってるんですね。で、ちょっとこれを、戻して消していく。僕がいろいろ見てきた中で信用できるなって言った。これがこのブラッド君というこの、FX 自動売買検証チャンネルということで、この子って言っちゃ失礼ですけど、この方が、多分、ここ見えますかね？箱舟金の皮、ゴールドチケット、令和の EA、メタ、DOR。とにかくですね、自分の身銭で、どんどん無料の、優秀だと思われている売買について、自動売買についてどんどん検証してるんですよ。ここにも、マイナス28万円とか、プラス50万とか、で、この状態だと破綻している EA もありますよとか、実際僕のもこれも破綻しました。これ書いてありますけど、一つ破綻しましたとか、ね。なんで。川場タッチ、こんばんは。どうも、こんばんは。よろしくお願いします。ちょっとで終わっちゃいますよ。音出ましたね。ね。ということで、信用できるっていう中の一つに、そういう自分で、トレードをしていって、ちゃんと一つずつ検証していって、この無料売買のソフトはいいかどうか、どれにマッチしてるのかどうか。例えば、下げに強いものとか、あと、難品マーチンっていうのがあるらしいですけど、難品っていうのは皆さんご存知だと思うんですけど、例えば、下がってきた時にどんどん買っていく。どうも、この自動売買のベースになっている、その考え方っていうのが、難品マーチン系っていうのがどうも多いらしいです。なので、下がった時買って、上がった時に利確する。ただ、下がって、一方通行になっているものっていうのは、もう難品マーチン系っていうのは破綻しますよね。だから、FX はいいんですけど、株とかだと、コモディティもそうですよね。一方通行になるじゃないですか。ああいうのは自動売買はダメですね。で、自動売買でいいものはっていうと、レンジ相場。上がったり下がったり上がったりする。こういうのは自動売買は強いらしいです。で、そういうことも、この人は、さらっと言ってくれてました。なので、もし、ちょっと勉強の意味で、この、ブラッドさんの、お話を聞くのはありなのかなっていう感じはしました。僕も、勉強するに上でいろいろ動画を見てって、なんていうのかな、怪しいなって思うものに対して、もう、その中でも、あと喋り方が、フランクっていうか、ちょっと雑なんですよ。
なんか儲けたいっていう気持ちが出てないっていうかはい。ガツガツしてないんですよね。これだったらいけますせみたいな感じの動画じゃないんですよ。破綻しましたとか、どうするのとか、コピトレ引退とか、ちょっとネガティブな爆死とか、書いてあるんですね。なので、詐欺注意とか書いてあって、まあ、すごく素直っていうか、はい。まあ、この方がなんでこんな風に検証してるかっていうと、なんか言ってました。情報が入ってくるんですって、こうやって検証してくると、こういうのを商材であるんですけど、検証してくれませんかっていう風になんかお便り、質問とか来るんですって。で、それに対して自分も実際やってみるということで、自分で取りに行かなくても、これを検証することで、いろんなその検証ソフトが、質問が来るらしくて、その情報を得るために、こうやって YouTube を上げてるっていう話をしてました。うん。だから僕も、肯定も否定もしないっていうか、FX の自動売買で儲けるというか、その考え方とかね、勉強されるんであれば、一つ、このフラットさんはもう面白いかなって思いました。はい。はい。もう、どんなことも僕も勉強じゃないんですけど、最初は抵抗があることでも、ちゃんとその中身を見て判断するっていうのは大事。うん。だけど、まあ今、この方でも結構詐欺は詐欺だって言ってるのでね。で、ここに書いてある、ちょっとまた、よく出てくるのが、この箱舟とか、令和の EA とか、ゴールドチケットとか、この名前、またもし興味があったら、どうも、この自動売買のソフトって、この方が継続して検証しているものっていうのは、FX には合ってる可能性があります。最近では金の皮っていうのもあります。ただ、あれ言ってました。暴落とかある時にはもう自動トレードはやばいので、FX とかだと、指標とかあるじゃないですか。あと、FOMC とか、一気に値動きが変わるとき、あれはスイッチオフにするんですって、やっぱり。スイッチオンとオフにするっていうのはすごい大事みたいですね。この経済指標は何が起こるかわからんなっていう時にはオフにして、で、レンジ相場を見つけて自動売買で設定するというのがコツのようですね。で、なので、この中で FX をやっていますけど、一部ゴールドをやってました。だからゴールドチケットだったのかな。ゴールドに対しての MA だったかもしれません。まあ、そんなようなことが、今回ちょっと勉強して分かったことかなと思います。うん。ほとんどのものが、この、FX 自動売買ってこう検索すると、こうやって出すじゃないですか。なんか、俺が出てきちゃった。なんていうかな。ちょっと、怪しいっていうかキャッチコピーがみんなえげつないからなんか怪しさが出てきちゃうんですよね。だけど勉強していくと、よしあしもわかるっていうことで、僕もちょっとなんか出てますけど、FX で言ってるけど。っていうことが言えるかと思います。でも、僕も今回24時間のところで FX の講座も出すようになってきて、値動きを見て、レンジ相場っていうのも分かってきてるので、で、あと最後に今日これを言います。これ検索しますね。トレーディングビューで皆さんもご存知だったかしらですね。自動売買っていうの、売買。売買。トレーディングビューは実はあんまりないみたいです。ほとんどメタトレーダーか MT4 っていうソフトと紐づいている証券会社の自動売買はあるんですけど、探すと一部、できるものもあるみたいです。ただですね、聞いてたらめちゃくちゃ難しかったです。なんかここ連携してバイナンスと
自動売買できる。だから僕の24時間放送でもうまくプログラムを作ればそのまま仮想通貨とか FX の自動売買ツールはできるらしいんですよ。はい。この方がね、いくつか検証してやってましたね。仕組みはわかりました。このオワンダとかもそうですね。トレーディングビューってオワンダと FX と提携してるので、このまんまアラートの設定をして、オワンダとつないで自動売買する方法はあります。でも、やっぱりまだ勉強していかないとこういうことはやれないし、まあ果たして僕はそれいるのかどうかっていうのもありますけどね。自動売買でお金儲けするよりやっぱ値動きを見て勉強したいっていう気持ちの方が高いので、まあ、そうですね。やっぱり短期間で今日話しましたけど、儲けたいっていうとどうしてもこう見てしまうかもしれないんですけど、知識がないと、と思うだけかもしれない。ただ、ちゃんとこう仕組みがあって、いいもの悪いものっていうのを見えるようになるといいかななんて思っております。ちなみに、どれだっけ？この方か。もしトレーディングビューを使って、プログラムを作られるんであれば、この方がですね、多分ですけど、この方、僕、FX のプロトレーダーだと思うんですけど、あえて、声がね、僕知ってる声だったので、違うサブチャンネルを作ってるんですね。でクロスした時なので、クロスオーバーという関数で判定できます。これ今ちょうど何やってるかっていうと、イズロングイコールクロスオーバーの、トレーディングビューの下の、スクリプトってこのエディタ、直接こうプログラムを入れて、で、プログラムを作って、で、バイナンスっていう仮想通貨のところと紐づけるところまで、やってます。珍しいです。すごい少ないですけど、連携してやってます。はい。バイビットっていうところもできるみたいです。バイビット、バイナンスとかでやってますね。はい。多分これ、オワンダもできますね。FX 業者。あと、みんなの FX ももしかしたらできるかもしれませんね。はい。という状態ですね。この、メイさんって言ってますけど、多分この人、はい。プロのトレーダーなはずです。声が僕知ってるので、はい。隠れてやってるみたいですけど。ということで、プログラムも作ってやっている解説もあるよってことですね。はい。はい。ということになります。今日ちょっとなかなかまた、マニアックな話になったかもしれないんですけど、もし、ちょっと自動売買とかに興味があるなっていうことだったら、またね、チャンネル見てもらって、今のね、金の皮とか、そういうのを検証している5つぐらいですね。今、動いていて有名なものはどうも5つぐらいなようです。で、まず無料配布なので、全然トレードしなくても、検証 YouTube でも見てもらって、その方の、売買で見ればいいかなって。必ずそのレンジ相場のやつ。だから、FX でも、自動売買使っているので、値動きの荒いのはね、あんま使ってないみたいですね。ロット数のこともあるし、レバレッジもあるので。はい。ということらしいですね。はい。今日、音声の方で言っていましたけど、本当は、TikTok じゃないですけど、音声の、なんだっけ、棒読みちゃんじゃなくて、アニメの音声が出るようにして楽しみたいなと思ったんですけど、なかなか難しかったみたいですね。すいません。また、もしかしてうまくいかなかったら今日みたいに、普通の棒読みちゃんみたいな音声になるかもしれませんけどもね。またね、うまく、交流できるように、ね、していきたいなと思っております。はい。来週火曜日ですけども、ちょっと最近本当にアメリカの株がね、うまく、機能してないっていうか、なので、まあ、ちょっといろんな世界の動きとか、まあ、新興国とか、交えてね、お話ししていきたいなと思います。基本的に僕 FX 関係とかテクニカルは、週末やりたい
と思ってますので、でも今相場がね、株の方もなかなか面白くないので、政治関係はもしなんか面白いことがあればね、そういうのも一緒に話していきたいなと思います。なんとか、ライブ3つ動きましたね。土曜日いつもハプニングがあったんですけど、助かりました。すいませんね、本当に遅くまで、今日11時半スタートだったので、遅くまで視聴していただいてありがとうございます。はい。また終わってからちょっとこの1分の変な動画が上がっちゃってるので、これ消したりとか、ここも消したりとかしていきたいと思いますね。はい。で、24時間のところとか、僕、外に出てる時にパソコンがダウンしてる時があるので、本当にトラブルが多いんですけど、なんとかね、ずっと、うまくね、回るように。で、いろんな銘柄を、わかりやすく、テクニカルで出していきたいなと思っておりますんでね、ニュースとしてね、また、よかったら、いつでもね、こう見れるような、状態。土日は日足と1時間足ですからね。平日が1時間足と5分足という形ですのでね、うまくね、こう使っていただけるとありがたいと思います。はい。それじゃあ、火曜日、土曜日またうまくやれば、11時からやりますのでね、今日はね、30分遅れてすいませんでした。はい。じゃあまた火曜日、23時からやりたいと思いますんで、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。